2030年に向けて売上倍、利益3倍。年月の営業利益計画に関しては、毎年およそ 0.6 ポイントの改善、投資額と、費用額をしながら 8% に持っていきたいと。DX 投資の中で、労働集約からの脱却というところが一つのポイントかなというふうに考えています。これから2026年以降というのは人材市場、大きく変容をしていくと、その変容の一つの担い手になっていきたいと。ツナグループホールディングスの代表、米田光弘と申します。本日はよろしくお願いいたします。一連の流れ的には、我々がどういうビジネスをしているのか、そして、9月末に、本決算を終えまして、11月にですね、先期通期の決算を開示をさせていただきました。その内容に関して、そして、これからどうしていくのといったところを皆様にお伝えできたらというふうに考えております。まずは会社概要なんですが、我々2017年に当時マザーズに上場させていただきました。それから以降のですね、売上高の推移と営業利益の推移、そして株価の推移でございます。順調に業績を伸ばしてきているようには見えますが、やはりこのコロナの時ですね、コロナの時に非常に痛手を負いました。後ほどお話をさせていただきますが、我々の当時のお客様のほとんどが、サービス業、例えば飲食であったりだとか、ホテル、旅館、そういう流通卸小売ですね。そういう人が中心だったので、人流が止まったことで我々も業績非常にインパクトを受けました。それ以降ですね、様々財務戦略並びに営業戦略を立て直しまして、比較的順調に2桁の成長を続けております。また、その時の反省を糧にですね、特に収益構造改革というものをしっかり進めることで、営業利益率も毎年1ポイントずつ上げているような状況でございます。とはいえですね、株価が我々としてはまだまだ割安だと自己認識をしております。こういった場を通じてですね、我々の成長可能性についてご説明できたらなというふうに考えております。ちなみに、前回お伺いした5月25日、これ日曜日なんですね。で、月曜日の終値が619円でした。で、金曜日ですね、この金曜日、土曜日の前の金曜日ですね、金曜日で743円ということで、ここでご説明させていただいた後に約 20%、株価の方は、上がっております。とはいえ、このような状況ですので、まだまだ我々自身はですね、割安株なのではないかなというふうに考えておりますので、しっかりと我々の事業というものを、投資家の皆様にもですね、お伝えしていきたいというふうに考えております。じゃあ我々どういった仕事をしているのかという部分ですが、一言で言うと、お客様の採用業務をコンサルティングし代行する仕事です。簡単に一言で言っちゃうんですね。特にこのアルバイト、エッセンシャルワーカーと言われるような、例えば介護職であったりだとか、一般的なアルバイトやパートと言われるような、ホールスタッフや、例えば物流倉庫でのピッキングされている人や、もっと言えばドライバーの方々を含めてですね、そういった方々の採用をどういった人がいいのか、その人たちをどのように面接したらどのように内定していくのかっていうようなところをコンサルティングしながらですね、実際にその採用業務を、店舗や事業所の所長や店長になり代わり、採用業務を我々がアウトソーシングを受けるといったところが私たちの、いわゆる業務、RPO、リクルーティング・プロセス・アウトソーシングという業界でございます。どのように、じゃあそれお金をいただくかというと、採用代行業務でございますので、例えば人一人いくらであったりだとか、派遣していくらっていうわけではなくて、店長や事業主の採用業務を我々代行するので、それぞれの採用業務をお見積もりさせていただいて、工数分解し、月額費用、そして年間契約ということで行っております。なので、例えば人が100人来ようが、0人だろうが変わらず、いわゆる採用業務の代行業というところがほとんどの収益、もっと言えば売上高
という形になっております。ここが一旦少し誤解されがちなところではあるんですけれども、あくまで採用代行の業務料、それにコンサルティング費をいただいている、そういったビジネスモデルでございます。そのいわゆる RPO、リクルーティングプロセスアウトソーシングというところでおよそ 75%。その他 25% はですね、例えば我々変わったところで言うと、セブンイレブンジャパン様の採用代行というのを行っているんですが、どうしても人が足りないときはですね、やはり、人を派遣することもあります。で、人を派遣する際には、やはり、レジ業務を覚えたりだとか、品出し業務を覚えなくちゃいけないので、私ども自身が9店舗、全国でセブンイレブンをフランチャイズ契約で、経営しております。で、そこの売上高、だいたい20億ほどあるんですけれども、そういったものも含めて、だいたい 25%。主は採用代行で、それにまつわる周辺業務ですね。そういったところで 25% の売上高を作っております。なんで、パッと見ていただいて、採用代行、採用業務代行の会社なんだなと思っていただければ分かりやすいかと思います。冒頭ですね、じゃあ、採用業務代行を最初にするかというと、やはりまずはコンサルティングから入ります。今こういうような状況になっているので、こういうふうにしたらどうですか。それをやるには、我々がじゃあ代わりにやりますねという形なので、向かって左側にあるようなレポーティング業務ですね。こういったレポーティング業務を毎月毎月行うことで、プランドゥ CA を回して、その企業の採用成功に、導くと。ご支援させていただくといったところが一つの仕事でございます。皆様に例えば分かりやすくご説明するとすればですね、例えば、大手と言われるような、こう街歩いてると見える看板のようなフランチャイズ等をやってる企業様、先ほどのセブンイレブンでもいいですし、例えば餃子の王将さんだとかユニクロさんだとか、そういったところは我々お客さんそういったところを思い浮かべていただければいいんですが、やはり我々いわゆる人事がそのままやると、例えばリクルートさんとかですね、例えばタイミーさんとかですね、そのプロダクトにお願いすることがほとんどなんですね。そうするとどういうような状況が起こるかというと、会社全体では採用がうまくいきましたね。じゃあ、鳥取県はどうなのとかですね、例えば北海道はどうなのっていうと厳しかったりするんですね。これ何かというと、思い浮かべていただければ、テレビだとか、例えば YouTube 等々考えていただいてもいいんですけども、いわゆるコマーシャルをしながら人を集めるわけですね。で、やはりプロダクトのメーカー、どんな企業であっても、広告を投入するときには、お客さんの多い街に投入します。それはウェブであろうが、例えば波と言われるテレビ CM であろうが。そうすると、やはり大阪や東京、名古屋、そういった大都市のところに広告量が多く投下されるので、そこはたくさん人集まりますと。でもお客さんの数が少ないところに関して言うと、広告量が少なくなるので、いわゆる応募効果が減ると。なんで、全体で平均応募5ですねっていうと、来るところは20人来るんだけど、来ないところ1人しか来ない。そういったものをしっかり見ながら、じゃあ、鳥取県は新聞での折り込みチラシがまだまだ強いので、そっちの方で求人をかけましょう。だったりだとか、アルバイトでは地場のアルバイト北海道みたいなのが強いので、そこでやりましょうとか、例えば、Google でもう直接広告をバイイングして、そのお店に人が来るようにやりましょうとか、そういったようなことをですね、この採用戦略並走という形で進めさせていただく。そういったことを創業以来ずっと続けてきております。結果、今、この場にいらっしゃる皆様はですね、このツナグループという社名をご存知なかった方、たくさんいらっしゃると思うんですが、従業員規模約1万人以上、こちらユーソーナーという、昔でいうランドスケープサイトですね。そこの、いわゆるデータでいきますと、5社2社、1万人以上従業員を抱えられている、5社2社は、すでに当社のサービスを入れさせていただいております。右側にあるような導入事例ですね。じゃあ、こういったところで、いわゆる採用代行をしているのに、つなぐっていう名前が、全然知らないよと、聞いたことないよというのはなぜかなんですが、
実はこういった企業様でいくと、17万3000店舗や事業所を我々採用業務をご支援させていただいています。そこに年間346万人の応募者を送客させていただいているので、皆様ご自身のご家族であったりだとか、そのご家族のご友人であったりする方が、アルバイトやパートで応募するときは必ず我々を通してるんですね。じゃあ、なぜつなぐという名前が認知しないかというと、例えば、モスバーガー採用センター、モスバーガー行くとですね、ポスターがあるわけですね。で、アルバイトをしたいと、こちらに電話してくださいところに、大体モスバーガー採用センターって書いてあるんですね。セブンイレブン行ってもらうと、ポスターがあって、ここに連絡してくださいっていうポスターには、セブンイレブン採用センターってなってるんです。その採用センターを我々が行っているので、我々自身の名前は、例えば、セブンイレブンさんで言うと21,600店舗あるんですけども、21,600店舗の店長と我々コミュニケーションを取っておりますが、つなぐっていう名前は知らないんですよ。本部の採用センターとやってるつもりでいらっしゃるので。なんで、我々の自身の認知度は低いんですが、すでに大体年間346万人ぐらいのアルバイトやパート、エッセンシャルワーカーを目指される方は、我々を経由して、お客様のところで面接を受け入れていらっしゃるというのが、我々の事業体ということになります。こちらは先ほど1万人以上5社2社とお話しさせていただきましたが、1000人以上というふうに一旦区切らさせていただくと、今日本に4105社、そのうちの339社が、我々が、採用をご支援させていただいております。100人から990人、1000人以下、123で728社、それ以下のところが1899社。なんで、このエンタープライズと言われる大手様に中心にご支援させていただいているのが我々のビジネスです。なぜかというとですね、先ほどお話したように、お店の採用業務を代行させていただいており、かつ、その個別最適を積み上げた全体最適、一個一個のところをコンサルさせていながら、全部で効果を上げるので、やはりですね、我々にいただくフィーあたりの店舗数でいうと、大きければ大きいほど、コストメリットと効果が高いんですね。なんで、お客様から選ばれるという意味でいけば、やはり大手様が中心になっているといったところでございます。ここはですね、これから我々の、一つの戦略、そして課題として、このミドルゾーンのところのシェアをどう取っていくかといったところは、これからの5年間、取り組んでいきたい、そういうようには考えておりますが、ここは後ほどお伝えさせていただきます。じゃあなぜ先ほどのようなロゴの、いわゆるエンタープライズの企業様に、たかだか創業でまだ19年です。上場して9年。ただ、CAGR で言いますと 20% 弱で伸ばしてさせていただいているかというと、3つのポイントがあるかなというふうに思っています。1つは、アルバイトパート専門って言い切っているところです。実はこの採用代行というものをやられている一般的に言われる競合と言われる会社様はいくつかあります。例えば、上場企業様であれば、リンク&モチベーション様なんていうのが分かりやすいかなというふうに思います。でも、多くのこの採用代行、RPO をやっている企業は、新卒採用の採用代行されるんですね。ある種、その方がコンサルティングもしやすいし、人事の採用代行なんで、店長の採用代行ではないので、ある種やりやすいというところもあります。で、このアルバイトパートを専門にしてやってますよと言い切ってるところは実は我々だけなんです。少なくとも上場企業では我々だけなんですね。なんで、この専門性というところと、世の中的にもですね、やっぱり AI とか、始まってくると、ある種ホワイトカラーの事務職というところの人手余りはどんどん出てきています。今、これだけ人手不足だって言ってるんですけれども、1.35 倍ぐらいですか、有効基準倍率。事務職ではですね、1切ってるんですね。0.7 ぐらいです。なんで、正社員の事務職はいくらでも人取れるんですね。で、やはりこのアルバイトやパートが取れない。ここに対して専門性を持っているっていうところが一つ選ばれる理由かなというふうにも思っています。そして二つ目がですね、よく競合、つなぐの競合どこですかって聞かれるんですが、ないんですよねっていうお伝えをさせていただいています。これ何かというと、例えば金融の世界で変えて言うと、保険の窓口的な仕事なんですね。そのお客様にとって最適なポートフォリオを組んで、そして一番利回りが良い。
我々の業界でいうと採用効率がいい。そういったポートフォリオを組むのが仕事なので、世の中の人材セクターすべての企業、ほぼすべての企業とアライアンスを組まさせていただいております。なんで、まあ、わかりやすいのはセブンイレブンさんで言うと、この地域はリクルートさんがいいんで、じゃあリクルートさんとマッチングしますね。この地域は派遣の方がいい。この職種は派遣。じゃあここはマンパワーさんとくっつけますね。この地域は地元の方がいいので、長野日日新聞様とくっつけますね。という形で、すべてとアライアンスを組んでいます。なんで、公平性を持っていると。オープンで公平性を持っているというところが2つ目のポイントかなというふうに考えております。で最後に、まあ、今19年ずっとアルバイト、パートやってまいりました。で、年間で、今で言うともう346万人。このビッグデータがあることによって、例えばですね、佐川急便さんのドライバーどうやって集めるんだと言ったときに、佐川急便のドライバーになるような人は、6月、7月、8月は夜9時にはヤフーのスポーツ、野球の結果を見てる率が高いみたいな。じゃあ、そこに佐川急便さんのドライバー募集の広告をはめに行きましょう。みたいな、そういったペルソナがですね、この、我々のデータベースの中に、職種や地域、年齢層、男女、そこの中で最適な広告配布ができるというところが一つ、ポイントかなというふうに考えております。なので、アルバイトやパート、エッセンシャルワーカーを専門とし、いろんな、ほぼすべての企業とアライアンスを組まさせていただき、膨大なデータベースの中でターゲットを絞り込める。まあ、こういったところが我々の競争優位性かなというふうに考えております。まあ、こういうふうにですね、こう言っちゃうと、なんかすごい会社だなというふうに思われがちなんですが、我々この8月に中期経営計画を、開示をさせていただきました。で、2026年から5年、2030年までの中期経営計画を策定するにあたり、まあ、因果関係を掘り起こす作業をしました。私自身ですね。結局こういうような場でですね、私投資家の皆様とお話をしていて、よく出てくるのが、なるほどねと、成長してきたのは分かりましたと。でも分からないのが、御社のビジネスモデルがよく理解できないので、これからも成長するかどうか分かんないんですよと。なので、ちょっと、監視対象にさせていただきますね。っていうのが、まあ、8割方そういうようなコミュニケーションになるんですね。なんで、これからの成長っていうところに、ある種蓋然性を持たすためには、やっぱ過去を振り返らなきゃいけないなというふうに考え、過去、いろんな、その我々の成長の裏側には客観的になぜだということを見に行きました。先ほどの、まあ、よくある当社の競争優位はとかですね。例えば外的環境がベストはっていうようなところではなく、我々死後ではなく、こう他のデータと比べてどうだっていうふうに考えたところですね、実はこの折れ線グラフは何かというと、これは厚生労働省が出している数字と総務省が出している数字を足したんですが、簡単に言うと1日あたりの人手不足指数です。1日に何万時間人手不足なんだというところを、厚労省の労働人口データと総務省にある欠員データ、そういうのも足すことによって、いわゆる1日あたりの、まあ、単管 DI 的なものです。1日あたりの、人手不足指数を出したんですが、実は我々の業績、これと 0.85 の相関関係がありましてですね、我々いろいろやってきたんですけど、やっぱり人手不足だと業績が良くなる。で、コロナの時はやはり落ちてるんですね、業績。やはり我々のこの業績というものは、過去の部分でいくと、人手不足にあるその追い風を受け、おそらくなのでこれからも人手不足のあると成長するんだなといったところ、ここが一つの結論めいたものがあったんですが、じゃあ世の中の人材セクターは全部そのはずじゃないかと。実はそうじゃないんですね。例えば、2007年からいわゆるコロナに至るまでっていうところで言うと、有料求人広告と言われる。例えば、上場会社で言うと、ディップさんであったりだとか、エンさんであったりだとか、リクルートさんであったりだとか、そういったところの企業様、だいたい2桁以上の成長されてるんですね。この広告事業も。じゃあ、今はどうか
っていうと、この12月の第3四半期ほぼ出されていて、その前で言うと上半期出されています。8月、9月。ほぼ大体1桁。地方の有料求人広告上場会社で言うと減収しているところも多いんですね。なんで、我々は先ほどすべての人材セクターの皆様とお付き合いさせていただきますというところをお話しさせていただきました。逆にコロナの以降は、温度メディアといって、例えば、電通さんの子会社さんであったりだとか、白鸚さんの子会社さんであったり、GMO さんだったり、そういったところが伸びてるんですね。この求人領域においても。なんで、時代時代でいいところをつまんで、そしてそれを我々はコンサルティングすることによって、今までも成長してきてますし、これからも成長したいということを踏まえると、次、どういった求人手法、採用のあり方があるかということをちゃんとキャッチアップする。それがこれから我々の成長にとって大きな鍵だなというふうに考えており、そこを今回の中期経営戦略の大きな柱とさせていただいております。ではそこに至るまでですが、ここから少し、もう開示させてもらっている資料なので、さらっといきたいと思います。まず足元のところです。先期、9月末のところで決算をさせていただきまして、売上高前期比 11.5%、営業利益で前期比 39.3% の増収増益で決算を終えることができました。また、コロナのタイミングでは、自己資本比率が1桁のところまで落ち込んだところを、財務改革、財務戦略改革をですね、進めることによって、45.2% という自己資本比率というところにまで戻すことができました。そういった決算が先期でございます。特に RPO 事業、先ほどの採用支援の事業のところが大きく伸びております。ここで、おおよそですが 14% 強の増収を図ることができたので、ある種本業でしっかり伸ばすことができたといったところが一つのポイントかなというふうに考えております。踏まえまして、当期ですね。この10月からの通期業績予想を合わせて開示をさせていただいております。売上高で200トンで5億、12% 強の、12.2% の増収、そして経常利益 10.6 億、こちらに行きますと 18.1% の増益という形で、今期もですね、増収増益の事業計画を、通期業績予想として開示をさせていただいております。我々としましては、今回ですね、念願の利益10億といったところをですね、しっかりと達成させること、ここを一つの、この5カ年計画の1年目の発射台としてですね、捉まえたいというふうに考えております。では、我々中期経営計画の1年目は、そのような増収増益計画を開示させていただいておりますが、その5年の中の成長戦略をどのように考えているかといったところを共有をさせていただきます。先ほど、じゃあこれからどういった採用手法、求人のあり方がメインになってくるのか。以前は有料求人広告でした。そして、温度メディアというウェブリクルーティングが入りました。で、昨今で言うと、スポットワークっていうものが出てきました。じゃあ、これから先は何かっていうところでいくと、今回我々はですね、サーキュラーリクルーティング、循環型採用というものがメインになってくるのではといったところを踏まえ、この循環型採用を実現することで、2030年、前期FI25 ですね、そこに対して約2倍の350億円。そして、営業利益に関しましては、前期から約 3.2 倍の28億円を目指す。そういった中期経営計画を、この循環型採用というものを世の中に一般化させることで実現していきたいというふうに考えております。では、この循環型採用というのは何かといったところなんですけれども、この人材市場というものは何で大きく形成されているかというと、一つは派遣業というものです。これが大体9兆円ぐらいあります。いわゆる派遣業の場合は売上にもその方の人件費がかさみますので、それでいくと大体9兆円ぐらいです。そして1兆円ぐらいで有料求人広告。
そして残りは、例えば人材紹介であったりだとか、HR テックと言われるような、例えば評価システムとかですね、ウェブ面接とかですね、そういったものなんですけれども、ほぼすべての KPI は当然人を動かす量なんですね。派遣にしても、広告にしてもですね。なんで、今、人材セクターのバリエーションがどうしても弱くなるのは、これから人口減少が来るのに、人を動かすことによってマネタイズする。そういう商売はなかなか厳しくなってくるよねということが、おそらく投資家の皆様の一般的な考えの中で、人材マーケットっていうののバリエーションが低くなっており、これは矢野系の数字ですが、矢野系もですね、CAGR で 5% ぐらいだろうというふうに読んでいます。なんで、投資家の皆様のバリエーションの読みと、矢野家の考えている市場予測って、やっぱり一致しているところがあるんですね。じゃあ、先ほど私が言った循環型採用、つまり、人が増えていくのに、リニアに、比例的に伸びるのではなくて、ぐるぐる回す。人が減っていくんだから、人材の二次活用、三次活用をどう考えていくのか。これは一般的にアルムナイ市場と言われるんですが、このアルムナイ市場であったりだとか、後ほどなぜ外国人活躍市場が、循環型というと、これまた後でお伝えさせていただきますが、これからやはり人手不足、日本の人口は減っていくんだけれども、じゃあ外国人労働者はどうなるのかっていうところは矢野系的にもやっぱ増えていくだろうということを踏まえ、実は今回この我々の中期経営計画の中でターゲットとする、主力を動かそうとするところは CAGR で 21.4%。これが今矢野系の読みになっているんです。なんで、我々はこのアルムナイマーケット、外国人活躍市場、そして採用代行支援事業、この3つにしっかりとフォーカスをかけることによって、先ほどあった2030年、25年比で約倍の350億円というところを目指していきたいというふうに考えております。では何をもってですね、そこで進めていくのかというところですが、じゃあ人手不足と言いますが、先ほどあったように、ホワイトカラーの事務職は全然人手不足じゃないんですね。むしろこれからもより人手不足じゃなくなっていく。じゃあ2030年どこで人手不足になるかというと、実はその9割はですね、サービス業と医療介護です。この2つでだけ、まあだけと言ってもおかしくないですね。9割なんで、95% なんで。ここで人手不足が起きます。ただ、このサービス業というものは、今をもってしても、いわゆる労働者のある種、たまりになっている、一番働いている人が数が多い領域なので、人手不足がそのままサービス業をされている企業の経営課題に直結している、より一層困難なところなんです。かつ、もう一つ、医療介護。こちらもそうです。少子高齢化が進む中で、老老介護ということも叫ばれる中、ここでの人手不足っていうのはまさに社会課題にもつながっております。このサービス業と医療介護のところ、先ほどお見せした1日あたり人手不足指数でいうと、2030年におおよそ50億時間。この2つの業界だけで約50億時間年間で人手不足が起こることは間違いないとされています。なので、我々はこのサービス業に起こっているおおよそ26億時間、そして、医療介護における22時間、ここに的を絞ってソリューションをはめていきます。そしてそれをもって我々は成長していきたいというふうに考えています。じゃあ、このサービス業の中っていうので、どのようにしてこの26億時間を解消するかというところを一つやっているのが、いわゆる我々でアルムニアというサービスです。今、我々採用代行をさせていただいているんですね。これだけ人手不足だと言って、1店舗10人応募が来たときに、平均の採用数は 2.8 です。これだけ人手不足だっていうのを7人落としてるんですね。これは人柄がダメだとか能力がないっていうわけではなくて、働くシフトが合わない、時間が合わない、曜日が合わない、それで落ちてしまうんですよ。今まではそれでよかったんです。人がどんどん増えてるので、また来る人を拾いに行けばいいんで。でもこれからは人が減っていくので、その人たちをかけ流していったら採用が滞ってしまうんですね。なんで、その落とす人を貯める。
タレントプール。また、辞める人。辞める人も、人間関係で辞める人って実はそんなに少なくてですね、例えばご家族の転勤があった、学校を卒業する、授業での、時間割が変わる、そういった方で辞められる方多いです。その人たちもしっかりとプールすることによって、また働いてもらうときにオファーを出す。もっと言えば、この店であったらシフトはないんだけど、隣の店だったらいいよねっていう人にそのまま紹介をする。せっかく育った人を自分たちのグループでぐるぐると回す。そういったことを可能にするタレントプールシステムです。これを世の中に一般化させることによって循環型採用の一つの起爆剤にしていきたいなというふうに考えています。実はこれは雇用者側だけのニーズではなくて、働く人も同じように求めています。繰り返しになりますが、これだけ人手不足だ、人手不足だと言いながら、いわゆる追加就労希望者、あと3時間働きたい、あと1日働きたいって言ってる人、実は180万人いるんですね。それぐらい今アンマッチが起きています。そういったアンマッチを解消する一つのツールとしても、このアルムニアというものを提供することで、循環型採用をご支援させていただきたいというふうに考えています。今回中期経営計画に先立って、2025年7月1日に営業を開始いたしました。現段階でもですね、すでに6社採用していただいております。今、オンボーディング、導入の方に入っているのが3社なんで、9社、およそ3ヶ月強でですね、およそ9社、先ほどお話したように大手様なので、皆様もご存知のような企業が今、選択をしていただいており、1日大体150人ぐらい、このアルモニアで働いていただいています。この9月末、来年9月末にはそこを3500人まで持っていきたいというふうに考えており、2030年にはですね、1日2万人の方が、この循環型採用、いわゆるアルムニアを使って、ジョブマッチングする、そんな世界を作り出していきたいというふうに考えております。では最後にもう一つ、医療介護はじゃあどうするのと。医療介護はこれ循環型といってもですね、そもそも介護で働かれている方の平均年齢もどんどん上がっていっている中、なかなかやはり日本人だけではですね、何とも賄いきれない代表的な業界がこの医療と介護なんですね。この22億時間に関しては、ぜひ外国人の方に活躍してもらいたい、そういったビジネスを展開していきたいというふうに考えています。外国人の採用をご支援させていただいている企業はたくさんあるんですが、そこはどういうことかというと、人手不足で短期、ここで外国人の方をなんとか頑張ってもらう。技能実習とか分かりやすい例ですね。この短期間で人手不足対応の外国人採用というのが今多くの外国人マーケットを形成しております。だから結構問題が多いというのも確かなんですね。なんで我々は先ほど医療と介護というところに一定絞ってですね、この外国人活躍というものを支援させていただきたいということで、まさに外国人の方に来ていただくことによって事業成長を目論んでもらいたいというふうに考えております。で、技能実習でとどめるのではなく、擬人国、この一気通貫型のビジネスモデルというところを展開していきたいというふうに考えております。ただし、2027年にもですね、この外国人マーケットにおける法律も大きな改正が待っております。そして、2029年にも予定しております。なかなか今、我々が、スタートしてですね、いきなりやるぞって言ってもなかなか難しい。しかも、今回我々はこの左下だけではなく、右上のところもやっていきたいと。しかもこれを一気通貫で進めていきたいということを考えると、やはり戦略的な提携や M&A というものを中心に、この外国人支援というところはですね、外国人活躍支援というところは進めていくのかなというふうに考えております。我々前期の中期経営計画で一定の成果を自分たち自身では得たなというふうに考えております。それはトップラインの作り方、利益の作り方、そこで 45% の自己資本比率、今短期借り入れ比率も非常に低いです。やっとチャレンジできる土台ができたかなというふうに考えております。ここにしっかりと投資をしてですね、この外国人活躍マーケットというところで、
我々自身がマーケットプレゼンスを取っていきたいというふうに考えております。では最後に、株主還元に関しても一言、設けさせていただきます。今回、当期の事業計画を開示させていただくとともにですね、配当の方もですね、業績予想として開示をさせていただきました。2026年9月期、当期ですね、に関しては、6円の増配、20円を予定というふうに、開示をさせていただいております。想定利回り、前期 1.75% だった想定ですね。まさに想定の配当利回り 1.75 から 2.5%。そして、株主優待に関しましては、今まではプレミアムクラブという形でポイント制で進めさせていただいておりましたが、今回はですね、デジタルギフトという形で、8000円のデジタルマネーですね。そこを株主の皆様に優待としてお渡しし、結果として想定の利回りで 0.25% から 2% というところで、拡充を予定をしております。特に向かって左側の株主優待に関しましては、今、月に1回、多い時に2回ぐらいですね、このような場で私、説明会をさせていただいております。5月にもこの場でもお話しさせていただいたような流れですね。で、最後、質疑応答の中で、必ず出てくるのが、御社の株主優待はちょっとっていうご意見をすごくいただいていたんですね。で、そこは、やはりお答えしていきたいということで、個人投資家の皆様のワンオンワンや、こういったところの質疑応答の中で、じゃあ逆にどういったものがいいですかねっていうので、一番これがいいんじゃないのっていうふうに言われたのが、このデジタルギフトで、もうそこは我々の IR チームを素直に受け取りましてですね、じゃあやりますといったことで、今回こういった株主優待に変更をさせていただきました。結果、今回の中継の中ですが、2030年にはですね、配当成功で 30% を最後目指したいというふうに考えているのと、株主還元キャッシュアウトも27億円というところを中期経営計画の事業計画の中で織り込まさせていただいているところも合わせてお伝えさせていただきます。はい、今日はですね、こういった年末ご対応の折にですね、長時間お時間を賜りまして誠にありがとうございます。今後もですね、我々自身の成長戦略、ひいてはですね、これから日本の社会課題である人手不足に対してこういったアクションを行っている企業があるんだといったことをぜひご認識いただけたらということを踏まえ、このような場やまた YouTube 等々を通じてですね、メッセージを引き続き出していきたいというふうに考えております。はい、それではちょうど40分となりましたので、私の方からの説明とさせていただきます。ありがとうございました。